沢村栄治という名前は今でも特別な重さを持っています。日本プロ野球の中で投手最高の栄誉、沢村賞。時代に飲み込まれながら投げ続けた人物。25歳という短い生涯を振り返ります。沢村栄治。日本野球史の中で今も語り継がれる伝説の投手。だが彼が生きた時代は決して穏やかではなかった。まだ日本の野球は今ほど整った世界ではない。土ぼこりが舞う球場で人々は夢中になって白球を追っていた。観客席からは怒号のような声援が飛ぶ。そんな時代の空気の中で沢村は現れた。三重県に生まれた沢村は幼い頃から体が強かったといえ、豪快な性格とも言われるが普段は静かな男だった。だが一度マウンドへ立つとその雰囲気が一変する。捕手が構えるだけで球場の空気が張り詰めていく。相手打者はじっと沢村の腕を見つめていた。球が速い。そんな言葉だけでは説明できない迫力があったといえ、当時を知る関係者の中には球の音が違ったと語る者もいる。ミットへ突き刺さる音に観客がどよめいた。今のような恵まれた環境ではない。グラウンドは荒れ、ボールも今ほど質が高くなかった。それでも沢村は黙々と投げ込みを続けていた。誰よりも速い球を投げたい。その思いだけを抱えていたのかもしれない。京都商業へ進学すると沢村の名前は全国へ広がり始める。試合前から相手校が緊張していたとも言われている。沢村が投げる。その情報だけで空気が重くなる。観客たちはまだ姿も見えない投手を待っていた。やがて沢村がマウンドへ現れる。その瞬間、球場が静かになったという。派手に笑わない。必要以上に感情も出さない。ただ静かに相手打者を見据えていた。そして腕を振る。白球はうなるように捕手のミットへ突き刺さった。打者の表情が変わる。観客席からは大きなどよめきが起きる。まだ10代だった沢村はその頃から異様な存在感を放っていた。当時の野球は精神論が強い時代でもあった。苦しくても投げる。倒れても走る。それが当たり前だと考えられていた。だが沢村の場合、その気迫が群を抜いていたと言われている。ある試合では指から血を流しながら投げ続けたという。周囲は止めようとした。だが沢村は首を横に振ったともされる。まだ投げられる。そういうように再びマウンドへ向かった。観客はその姿に熱狂していく。痛みを隠しながら投げる沢村に人々は時代の強さを重ねていた。やがて沢村は日本を代表する投手になっていく。そして訪れるのが歴史的な一戦だった。相手はアメリカ大リーグ選抜。ベーブ・ルースをはじめ怪物のような打者たちが並んでいた。当時の日本人にとって大リーガーは別世界の存在。本当に勝負になるのか。球場全体がそんな不安に包まれていた。だが沢村だけは静かだったという。マウンドへ向かう背中に迷いが見えなかった。そして試合が始まる。日本中が見守る中で沢村は剛速球を投げ込んでいった。ベーブ・ルース、ルーゲーリック、ジミー・フォックス、大リーグを代表する怪物たち。その打者たちを沢村は3者連続三振に打ち取った。球場は一瞬何が起きたのか理解できなかったという。だが次の瞬間、地鳴りのような歓声が響いた。
日本野球史の中でも象徴的な瞬間だった。打席へ向かう大リーガーたちも険しい表情になっていたという。球が見えていても打てない、そんな感覚だったのかもしれない。だが沢村はいつもと変わらない。周囲が興奮していても本人は静かだったという。勝負は終わっていない、そんな空気を漂わせていた。ここから沢村はさらに特別な存在になっていく。巨人軍へ進んだ沢村はエースとして期待を背負っていた。だが当時のプロ野球は今のように華やかな世界ではない。長距離移動が続き、身体を休める時間も少なかった。それでも沢村は黙ってマウンドへ向かっていく。遠征先では豪快な逸話も数多く残っている。夜遅くまで酒を飲み、翌日に完投した。周囲は呆れながらもその体力に驚いていた。球場に来た沢村はまだ酒の匂いが残りながら試合をしていた。だが試合が始まると沢村の表情は一変した。相手打者は空振りをする。そしてベンチへ帰る。8球がミットへ突き刺さるたび、観客席がざわめいた。もちろん無茶だった。だが沢村はそれでも投げ切ってしまった。身体の強さだけではなく気迫で押し切る投手だった。ある関係者は沢村についてこう語っている。あの男は気持ちで投げていた。技術論だけでは説明できない迫力があったという。マウンドへ立った瞬間、球場の空気ごと変えてしまう。それが沢村栄治という男だった。ここまで聞くと、沢村栄治は記録だけの存在ではなく、その場の空気そのものを変えてしまう特別な投手だったことが伝わってきます。もし今の時代に沢村がいたらどんな球を投げていたのでしょうか。後半では戦争の中で変わっていく沢村栄治の人生をたどっていきます。球場の歓声よりも別の音が大きくなっていく。戦争が始まっていく。戦争の空気はゆっくりと日本全体を変えていった。街を歩く人々の表情も少しずつ変わっていた。野球だけを見ていられる時代ではなくなっていった。沢村もまたその流れから逃れることはできなかった。徴兵、それは当時多くの若者に突然訪れた現実だった。かつてマウンドで歓声を浴びた男も戦地へ向かうことになる。ユニフォーム姿を見慣れていた人々にとってその変化は大きかった。球場で名前を呼ばれていた男が別の場所へ向かっていく。時代そのものが静かに変わっていた。戦地では想像を超える環境が続いていたという。十分な食事もなく身体は少しずつ削られていく。野球をしていた頃とはまるで違う世界だった。それでも沢村は大きく弱音を吐かなかったとも言われている。だが体には確実に変化が残っていった。肩や腕は以前の感覚ではなくなっていたという。戦場を経験した沢村は再び野球の世界へ戻ってくる。だがそこにはかつての自分がいなかった。全盛期のような球が思うようにいかない。その現実を一番理解していたのは沢村本人だった。かつてなら空振りしていた打者がファウルで粘る。ミットへ収まる音も少し変わっていたという。観客席から見守る人々もその違いを感じていた。だが誰も大きな言葉にはしなかった。それでも沢村はマウンドへ立ち続ける。苦しそうな表情を見せながらもボールを握っていた。昔を知る記者の中には別人のようだったと語る者もいる。だが
沢村は逃げなかった。投げられる限り投げ続けようとしていた。その姿に胸を締め付けられた人も多かったといえ、ある試合では打たれた後もしばらく動かなかったとされる。マウンドの土を見つめたまま静かに呼吸を整えていた。かつて歓声の中心にいた男が静かに立ち尽くしている。その光景は多くの人の記憶に残った。だが沢村は最後まで野球を手放さなかった。どれだけ体が変わっても野球への執着は消えなかったといえ、仲間たちもまた沢村の異変を感じていた。無理をするな、そう声をかける者もいたと言われている。だが沢村は多くを語らなかった。ベンチでは静かに座り出番を待っていたといえ、以前のような豪快さよりどこか影のある姿だった。時代もまたさらに暗くなっていく。戦争は激しさを増し、日本全体が余裕を失っていた。野球そのものも自由に続けられる空気ではなくなっていく。そんな中で沢村は再び戦争へ向かうことになる。それが最後の姿になった。25歳だった。乗っていた船が台湾沖で撃沈されたとされている。まだ若かった。だが時代は多くの命を飲み込んでいった。もし戦争がなかったら、そう考える人は今も少なくない。もっと長く投げていたのではないか。さらに多くの記録を残していたのではないか。そんな想像は今も語られ続けている。だが沢村栄治という名前が消えることはなかった。後に日本プロ野球には沢村賞が作られる。その名前は今もエース投手の象徴として残っている。ただ速い球を投げるだけではない。覚悟を持って投げ抜く投手に与えられる名前。そんな空気を感じる人もいるかもしれない。今でも東京ドームでは沢村栄治の名が語られることがある。時代は変わった。球場も道具も野球そのものも大きく変わっていった。だがマウンドへ向かう投手の孤独は今も変わらないのかもしれない。沢村もまたその孤独を抱えながら投げていた。静かな表情の奥で何を考えていたのか。戦場へ向かう時何を思ったのか。本当の気持ちは誰にもわからない。それでも彼の姿は多くの人の記憶に残り続けている。白球を握り時代の中で生きた男、沢村栄治、25歳。通算成績63勝22敗。ノーヒットノーラン2回。その名前はこれからも語り継がれていく。沢村栄治の人生は野球だけでは語りきれないものだった。歓声の中にいた時間も静かな苦しみの時間も全て時代の中にありました。もし彼が平和な時代を生きていたら、その景色は間違いなく変わっていたと思います。戦場へ向かう時、彼は何を思ったのでしょうか。平和である今の時間は本当に幸せだということに改めて感じさせられる話でした。それでは次回の主役でお会いしましょう。